皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR 四国土山線の阿波池田駅です。この日は高松東港からジャンボフェリーの連絡バスで高松駅に着き、2月の平日限定だった須磨駅平日1日バスを利用しています。高松6時4分発の特急四万十1号に乗って阿波池田駅に着いたところです。今回は秘境駅として知られている坪尻駅に行ってみます。1時間弱阿波池田駅で時間があるので途中下車。平日の朝7時過ぎ、列車の発着時間帯から外れているのでひっそりしています。駅近くにへそっこ公園というのがありました。阿波池田は四国の真ん中みたいなところにありますね。阿波池田駅に戻りまして、これから乗るのは7時58分発の琴平行き普通列車。折り返し琴平行きとなる列車が到着。折り返し準備の後乗車します。車内はパラパラとこれから登校の高校生が乗っている感じ。ちなみにですが、坪尻駅というのは停車する列車が少ないことで有名で、下車して訪問となると次の列車まで数時間駅に滞在する羽目になります。駅から県道や集落に出ようとすると山道を歩く必要があり、ここで途中下車するのは相当な覚悟が必要です。そんなわけで坪尻駅訪問で私が選んだのは、坪尻駅8時15分着の14分間停車して8時29分に発車するこの列車。たった14分間と思われるかもしれませんが、14分あればそれなりに十分に駅を観察することができます。ということで琴平行きは阿波池田駅を発車。阿波池田の次の佃駅を発車。映っていませんが、徳島線の列車から高校生がどっと乗り込んで、車内はそこそこ乗っています。吉野川を渡りました。橋倉駅に停車。ここで先ほど乗車の高校生たちは全員下車。駅の近くに池田高校三好校があるそうです。私の他に5名ほどの乗車になりました。橋倉駅を発車しました。次が坪尻駅です。左車窓を見ると吉野川が見えます。だいぶ登ってきていますね。さらに勾配を登っていきます。トンネルに次ぐトンネルです。いくつかトンネルを抜けると右に線路らしい築堤が見えます。本場と着場と書かれた場内信号機が見えました。いよいよ坪尻駅の駅構内です。降り口は前側です。ドア付近のランプが点灯しましたら、ドア横の左に入る側線が坪尻駅ホームです。一通運賃整理券は運転士にお見せの上、運賃箱へお入れください。整理券の場合は運転士にお見せください。電車1両です。一応運転士さんにお声掛けして下車します。迷惑をかけないよう発車時間前に車内に戻ります。降車扉は後ろでした。ということで坪尻駅に降り立ちました。山小屋風な小ぶりな駅舎です。とりあえずホームの端、阿波池田型の端まで歩きました。停車列車に対する出発集計信号機と坪尻駅の駅名板があります。琴平型にはすぐトンネルがありますね。駅舎の方へ戻ります。
このベンチはラブラブベンチ。座っていたら自然とくっつきますね。駅舎に入ります。開けっぱなしだと虫が入りますから確実に閉めましょう。この時は2月なので虫はいないと思いますが、何が来るか分かりませんから。とりあえず駅の外へ。外から見るとこんな感じ。踏切があるようなので行ってみます。本当に車も入ってこれないような場所ですね。ここのホームの切り欠きは巨木かご神木がもともとあった後にも見えます。真偽のほどは分かりませんが、右の木は何なんでしょう。桜の木とかだったら春には見事なんでしょうけど、踏切のところまで来ると通過列車の時刻が書いてありました。アンパンマンのマークもありますね。次の通過は交通機の特急です。もう一本上り特急の通過時間が近いですが、その時刻は発車3分前なので駅に戻ります。ちなみにこれは2月の上旬です。朝の8時台、結構寒かったです。駅舎に戻りました。列車の本数はご覧の通り、1日6本のみです。上り列車は次の13時53分が最終列車。下りの始発は12時34分です。坪尻駅のノートもありますが、ゆっくり見ている時間はなさそう。ということでホームに戻ります。駅舎のドアは隙間なく閉めておきます。さて、駅のトイレですが使用禁止になっています。普通に数時間待つ途中下車をするとお手洗いの近い方にはかなり難所ですね。でもこの列車の14分停車なら大丈夫でしょう。こうして上りの特急が来ました。特急を通過して発車時間も近づいたので列車に戻ります。列車の中にはお手洗いもあります。安心です。発車時間になり出発中継信号機も注意言示が出ました。停車した時と反対に進みます。ここのポイントは通過列車が高速で走れるように通過列車に対しては直線になっており、時速 100km で通過可能だそうです。その線路を横目に今度は左側の線路に入りました。鉄道の駅は車両が坂を下らないように水平な土地に設置するので、坂の途中に駅は作れません。ですがどうしても設置する必要がある場合はこのように本線と別の線路を水平に設置して行ったり来たりをします。なのでその前後にこのような支線、行き込み線のような線路があることになります。もうこういったスイッチバックはどんどん廃止されていき、全国的に残っているのも数少なくなりました。進行方向が再度変わり、今度こそ琴平方面に向かいます。阿波池田方面は25ミルの下り勾配ですね。坪尻駅ホームを右下に見て離れて行き、トンネルに入ります。
こんな感じで過ごした14分間の坪尻駅訪問でした。意外にそこそこ楽しめたのではないかと思います。朝早いのでここまでやってくる手段が限られますが、工夫すればこういう途中下車も可能です。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。